アメリカの大学の研究でですね、肺の非小細胞系がん、そしてメラノーマに対するですね、免疫チェックポイント阻害剤、こちらを投与している患者に対して、新型コロナウイルス、COVID-19 のですね、メッセンジャー RNA ワクチンを投与したところ、生存率が劇的に上がったと。この原点の論文でもですね、解説されておりますが、かなり優位にどうやら上がっているということで、まだそれがどういう作用基準でですね、効いているのかっていうのは、100% 明らかになっているわけではないんですが、仮説が立てられております。そもそもですね、免疫チェックポイント阻害剤というのはですね、どういうメカニズムで動いているのかというと、3種類かな、タンパク質があってですね、こいつがその免疫をですね、免疫細胞、リンパ T 細胞が自分の中で異物と感じたものをですね、攻撃するんですけれども、どうやら癌細胞というのはですね、それに対してブロックするというんですかね、私は攻撃しちゃダメですよというシグナルを送ってですね、それによって攻撃の手を緩めていると。免疫チェックポイントを阻害するということで、特定のタンパク質に対してそれをブロックすると。それがオプシーボとかに代表されるですね、免疫チェックポイント阻害剤。何種類かあるんですけれども、ある種類の癌、そういったものをですね、免疫を弱らせてというか、自分に対して攻撃をしないように T 細胞を騙しているようなですね、タンパク質を出しているような癌細胞に対しては特異的にかなり効く、あるいはもう癌がなくなってしまうという例も報告されているぐらい非常に優秀な抗がん剤というか、免疫チェックポイント阻害剤なんですけれども、免疫系の非常に重要なところに効きますので、そういった作用を阻害するので、副作用がある人たちも非常に多くてですね、ある特定の人たちにしか使うことができない薬なんですけれども、肺がんだったりとかですね、小細胞じゃないやつですかね、がんだったり、メラノーマという、日本人にはあんまり多くないんですけれども、皮膚にできるですね、悪性の黒色種ですかね、こちらの方に非常に効いているということで、この患者にですね、メッセンジャー RNA ワクチンを投与したところ、劇的に状態が改善したと。どうやら免疫機能が活性化されている可能性があると。それも非特異的っていうんですけれども、そもそもその感染症ですね、COVID-19 のような感染症のために作られたワクチンなわけですけれども、その中で2つに分解されるんですね。まずその樹状細胞というですね、細胞にまず、これはメッセンジャー RNA を LNP っていうですね、脂質ナノ粒子、脂質二重膜というのでですね、細胞っていうのは囲まれてるわけですけれども、それのナノ版みたいなものにメッセンジャー RNA を入れて、樹状細胞に運んで、そこでまずこのナノ粒子が樹状細胞に取り付く時にですね、免疫機能が活性化されると。そこで炎症性サイトカインを出したりとかして、樹状細胞が成熟していくっていうんですけれども、さらにそこでメッセンジャー RNA 由来のですね、抗原を樹状細胞がですね、提示して、リンパ T 細胞に対して、それを見てですね、活性化すると。抗原を覚えて攻撃をするようになると。COVID-19 の場合はですね、スパイクタンパク質っていうですね、ウイルスが取り付く部分ですね、細胞に対して取り付く部分があるんですけど、そちらをブロックすると。ブロックというか攻撃していく。それをターゲットとして攻撃していくわけですけども、2段階に分かれてるわけですね。だから、免疫機能が活性化して、そこで抗原を作って、抗原提示機能も非常に良くなると。で、その時に非特異的というんですけれども、感染症のウイルスの、スパイクタンパク質だけではなくてですね、元々あった腫瘍の抗原を提示している部分。こちらの方も、腫瘍のその抗原提示機能がですね、強まって、結果として、T 細胞がですね、癌細胞をより攻撃するようになったということだろうというふうに言われております。少なくとも今までのデータではですね、非常にそういったことを示唆されるデータがたくさん出ております。これは日本の研究でも出ているという論文が出てたりとかするんですが、これは非常に期待できると。逆にターボガンがとかってね、反枠の人たち界隈ではですね、むしろ癌が悪くなるなんていうふうに言ってた人たち、涙目ですね。もともとね、メッセンジャー RNA ワクチンはですね、癌細胞を攻撃するために設計をされていたところ、急遽ですね、COVID-19 のですね、流行によってそちらの方を、ワクチンが先に開発されたんですけれども、もともとね、癌細胞を狙って作られていたワクチンなので、さらにですね、進化していくのではないかなというふうに思っております。ということで、今日の、ニュース解説はこの辺にしたいと思います。いってらっしゃい。